んにちは、メイです。今回はナディアの酒屋さんを作ります。このお店はなんと酒でなくパン工房を売っている少し珍しいお店です。酒種工房のことですね。はじめにこの店舗の庭作りをしてから内装を作っていきます。今回作る庭はこちらです。マップ表示だと C の2ですね。ここの場所は自由度が高いのでお気に入りの庭です。時間は朝の6時くらいで天気は晴れです。季節は夏にしてあります。家の概要です。ここの庭全体を酒屋さんの土地にするので、敷地内の道路を敷いていきます。田舎にある設定なので土地は広く持っているという感じです。3マス開けた部分はパン屋を作るために開けました。ここの酒屋さんは生き残りをかけてパン業界にも進出したという設定です。酒種工房は普通日本酒を作る時に使いますが、パンを使っても美味しいんだそうです。そこに目をつけたナディアが敷地内でパン屋を開くという感じですね。美味しいパンの匂いにつられてお酒もついでに買っていってね戦法です。石の舞デザインは線美されていない感じを出すために使っています。舞デザインがだいたい敷けたので、次は噂のパン屋さんを作ります。昔作ったフルーツショップとは形は似ているのですが、新作のお店の形です。パーゴラを使ってツタや木に侵食されているような見た目のお店を作ります。森の中にあるお店などに使える組み合わせです。豪華な展示ケースがない場合は展示台や講演台、レジカウンターで代用もできます。ガラスがあるとお店っぽくなるので豪華な展示ケースはおすすめです。大きめの家具はこのように組み合わせて、あとは木を周りに植えていきます。木の大きさの調整はハピバラなので簡単ですが、島クリエイトだと少し難しいかもしれません。木が植えられないところはシマトネリコを置いていきます。バオバブの木は和風にも意外と合います。撮影した時に空白になりそうな部分は低木を植えて地面を隠します。こんな感じになりました。かなり木に侵食されている感じのお店ですね。さらに飾り付けていきます。ハピバラの庭はカメラ視点が少なく移動しないことを前提に作られているので、どの位置に配置すればいいのか考えるのが島クリエイトより少し楽ですね。今回パン屋さんっぽくするためにパン屋のポスターを描きました。前に投稿した湖の絵のパンバージョンです。今回も水彩画風に仕上げました。投稿済みですのでお気に召しましたらご自由にお使いください。酒屋さんは和風な風貌をしていることが多いので和風の要素も取り入れます。昔のお家のフェンスは和風な柵が多いと思いますが、今回はすだれの柵です。最後に看板を立てて完成です。田舎にある酒屋さんと新規事業のパン屋さんができました。では酒屋さんの内装を作っていきます。今回のテーマは生き残りをかけた酒屋さんです。生存戦争に勝てるような酒屋さんにしていきます。まずは部屋の概要です。部屋の大きさは 8×8、 窓はなしでエントランスは左から2番目。明るさはこちらのライトを使わずデフォルトの電球を使います。
環境音はなしです。デフォルトの電球とはこのライトのことです。壁と床の概要です。店舗をリフォームしてちょっとだけ新しめな感じです。まずはレジ周りから作っていきます。木製のロッカーでレジカウンターの代用をします。おすすめのお酒も忘れずに。従業員用のドアをつけます。こんな感じになりました。現代的な和風な感じですね。次は右側を作ります。生き残り戦法その1、レジの近くに注目商品を置いてついで買いを促進する。ここに置いてあるのは酒種酵母です。珍しいと思わせてパン作りする人には酵母の販売を、パンを作らない人にはお店の外のパン屋でこの酵母を使ったパンが買えることを伝える。お酒を購入した人にはちょっと割引があることを伝える戦法です。パン作りする人にもしない人にも話題に出しやすいレジ横商品です。次は入り口から入ってすぐのメインディスプレイを作ります。店内に大きめの観葉植物を置くことで華やかさをアップ。酒屋さんらしさも残しつつも一部に華やかなものを取り入れると全体の印象が良くなります。生き残り戦法その2、メインディスプレイは話題や人気のお酒を置く。話題の商品や売れ筋商品などが置いてあるとお客さんもこれ知ってるとなって親しみが湧きやすいです。手に取る可能性も広がりますしね。逆にお酒好きな人には店内の奥に誘導する目的もあります。珍しいお酒や限定のお酒などはお店の奥などにあることが多いです。お店の人とお話しして店頭には出てないお酒を出してもらったり、ナディアのカラッとした性格ならどんな人とも気兼ねなく話せそうですね。私の個人的な意見ですが、酒屋さんはさっぱりとしたおおらかな人が多い印象です。ナディアみたいなネゴな性格は酒屋さんにぴったりかもしれませんね。試飲用のグラスを置いていきます。実際に飲んでみないとわからない方もいらっしゃるので飲めるスペースを用意します。レジ奥のレストランの水差しは試飲された方用ですね。お酒飲んだ後はお水飲まないと体に負担がかかるという理論から置いています。毎度おなじみオレンジの壁掛けスポットライトの登場です。これで間接照明を増やしていきます。間接照明があるだけでおしゃれさが増すからですね。最後にメインディスプレイを照らす裸電球を3つ飾ります。これで全て完成です。生き残りをかけた酒屋さんはいかがだったでしょうか。これからもナディアの酒屋は生き残ると思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。